はい、皆様こんにちは。シングルシンガポールライフですが、今回はですね、前回に引き続きまして、エティハド航空のビジネスクラスの模様をねお届けしたいと思います。前回はねシンガポールからアブダビの動画だったんですけども、今回はねアブダビから、パリ行き、EY31 便の模様をねお届けしたいと思いますが、乗り継ぎの時間がもう2時間ぐらいしかなかったんですね。で手荷物検査とか受けるともうラウンジ行く時間ないなーなんて思ってたんですけども、ちょっとタバコ吸いたいなって思ったので、せっかくだったらっていうことで、エティハド航空のねビジネスクラスラウンジに行って、でそこのね喫煙室で吸おうかなみたいな感じだったんですけどね。なのでねもうラウンジはほぼ楽しんでません。もうタバコ吸ってすぐ出ちゃったみたいな感じですね。かなり広いラウンジだと思います。3階建てか4階建てのラウンジなんですけど、ちょっと残念ながらねゆっくりする時間はありませんでしたけどもね。はい。ただねこの後お分かりになるかと思うんですけど、搭乗口からねラウンジからもう直接行ける搭乗口だったので、そういうところはねやっぱりさすがだなって感じしましたね。ラウンジから直接もうブリッジというような感じだったのでね、非常に便利ですよね。さすがだなという感じしましたが、一つねちょっとなんて言うんでしょう、いろいろ僕初めてねエティハド航空の、ビジネスクラスをね利用させてもらってるんですが、一説によるというか飛行機好き航空ファンの方のブログとか見るとエティハド航空の、ビジネスクラスの研修によってはねビジネスラウンジ使えませんみたいな、使えなくなりました2025年の4月からっていうねニュースもちらほら見てたので、僕が取った研修がですねビジネスバリューっていうね研修だったんですね。でこのビジネスバリューはどちらかというと安い方のチケットなのでラウンジが使えないよみたいな、ブログもねちらほら散見されたんですけども、僕は使えちゃいましたって感じですね。シンガポールの、ビジネスクラスラウンジも使えましたし、このエティハド航空本拠地のねラウンジも使えたので、どうなんでしょうね。乗り継ぎだから使えたのか、アブダビ止めだったら使えなかったのかとかね、ちょっといろいろ考えどうなんだろうなって思いましたけど、ちょっとねご利用される方はちょっと調べた方がいいかもしれません。でちなみに僕エティハド航空のね、サイトから直接チケット取ったんですけど、チケット取るときにビジネスクラスラウンジ使うんだったらプラス178シンガポールドルよみたいな案内も実は出てたんですよね。でそれはもう買わないでおこうと思ったんですけど、使えちゃったんですよね。その辺はねちょっとお調べになった方がいいのかもしれませんが、機内乗り込みまして A380-800 ですね。でアメニティがあったりとかなんだったりとかね、機内食がこんな感じだったりとか、前回の動画もエティハド航空なので、座席は今回は、逆向きじゃなくて進行方向に向かって座る席、逆向きではない席ですね。これに関してはちょこっとお金払いましたけど、普通のビジネスクラスのシートに座るという感じですね。はい。でこちらアメニティはアメニティもですねパリ線の方が使いやすいなって感じでしたね。普段使いできるようなデザインでした。真四角ね立方体の、アメニティの入れ物でしたけども、シャンパンはね行きと一緒というかアブダビまでのシンガポール線と一緒のシャンパンでしたけどね。ご存知の方もね
多いと思いますけど、この A380 は2階席全部ね、ビジネスクラスということで、ただねプライバシー感をお求めの方に関しては最近ね個室型の、ビジネスクラスのシートもね各社出してる中で、プライバシー感はね保たれてないというか、結構ねなんでしょう、周りの方の顔丸見えみたいな感じのビジネスクラスのシートなので、もう個室感は全くないですね。視界に全然、周りのお客様のね、顔が視界に入っちゃうみたいな感じですけどもね、あんまりね気にされない方もいらっしゃると思いますので、どうしてもね進行方向に向いてる席と逆向きの席もあるので、もうその逆向きの方の顔は見えちゃいますよね、どうしてもね。それは仕方ないのかななんて思いつつ、 EY31 パリ行きですね、出発となります。そんなわけでね離陸しましたけども、ドーンって感じですね。朝食のメニューになります。急に朝食のメニュー、もう深夜便なんでね、もううとうとしながらやっと起きてみたいな感じなんですけど、寝起きにこれかよみたいなね感じなんですけど、これはエティハド航空が提供するフレンチトーストでございますね。見るからに甘そうみたいな感じですけども、実はおっさんはですね、フレンチトーストを食べた記憶が人生でないんですね。はい。なので僕の中では人生初のフレンチトーストでございます。そんなやつおらんやろみたいな感じなんですけど、本当に食べた記憶がないんですよね。その最初が機内食のフレンチトーストみたいな感じなんですけど、見たまんまですよ。本当甘かったですね。甘かったんですけど、デザートみたいな感覚ですよね、もうね。だからなんかこうもう最近思うんですけど、ちょっとね40も5過ぎてたまにね甘いものがね欲しくなる時が出てきたんですけど、それがちょうどこう合致して、僕はこのフレンチトースト甘かったですけど美味しくいただきました。はい。で急にまた変わりますけどね、フレンチトースト食べてちょっと 3,4 時間寝て、でアラカルトで頼んだ、これもまたパン系ですけど、ローストビーフのサンドイッチですね。はい。なんかこれ無性に気になったんですね。和牛サンドイッチみたいな感じで書いてありましたけど、なんかちょっと気になりますよねってことでちょっと頼んでみました、アラカルトで。はい。でねこれ結構美味しかったですね。朝食メニューってもちろんオリエンタルの方もあって、スクランブルエッグとかね、チキンソーセージとか俗に言う本当にオリエンタルなその朝食のメニューもあったんですけど、こっちの方がいいんじゃないかなって思いましたね。結構ありきたりですよね、朝食メニューって。洋食になるとありきたりになっちゃうなって思うんですけど、このビーフローストビーフサンドイッチはね
ちょっとこう柔らかいお肉のが好きな方はねちょっと硬って思う時があるかもしれないですけど、僕は結構赤身のお肉好きなので満足させてもらいましたね。はい。てなわけでね前回の動画も、エティハド航空のビジネスクラスでしたので、今回はねちょっと短めに動画撮影してますし、なんか機内食ぐらいの案内になるのかなみたいな感じなのでね、あんまりこう情報としてはね少ないかもしれませんけれども、どうなんでしょうね。日本からヨーロッパ行かれる方でエティハド航空アブダビ経由でね行かれる方もいらっしゃるんでしょうか。意外にいらっしゃるかもしれませんけどね。はい。それのねご参考になればなというふうに思いますけれども、いよいよねシャルル・ド・ゴール国際空港、近づいてまいりましたが、初めてね中東御三家1年前にエミレーツにね乗りまして、で今回ねエティハド航空だったんですけども、御三家ですので、いつかねまたカタール航空乗りたいなとかね、中東だとあとオマーンエアとかガルフ航空とかね、なんかちょっと乗ってみたいななんて思いますけれども、今回のエティハド航空チケットはですね2300シンガポールドルでしたけども、それよりも高いビジネスクラスもいっぱいありましたので、そういうそれに比べたらどうなのかと言われると十分じゃないですかね。エティハド航空のラウンジサービス、ちょっとアブダビのねラウンジは経験できなかったですけども、機内食だとかですね、シンガポールのラウンジとかも含めて良かったんじゃないかなと思います。だから3000ドル4000ドル出さなくてもね十分な内容で僕自身はね満足したなというところでございます。でですね、帰りはですね、シンガポールまでの戻りはですねターキッシュエアラインズを利用しましたので、次回はその模様をお伝えしたいと思います。てなわけで本日も最後までご視聴ありがとうございました。